庭の柿の木が今年も赤い実をつけました。毎朝の庭掃除は長年の日課です。静かな朝の空気の中に鳥のさえずりが響きます。ふと見上げた屋根の端に小さな剥がれを見つけました。去年修繕したばかりのはずだったのですが、この古い家も自分と同じように少しずつ年を取っているようです。過疎化が進むこの地域ではあちこちに空き家が目立ちます。隣の家も去年の秋から誰も住んでいません。雑草が伸びた庭を見るたびに胸の奥が少しだけ重くなります。固定資産税の通知書が届くたび、この家と裏山の土地がいつか子供たちの負担になってしまうのではないか、そんな思いが頭をよぎるのです。東京で暮らす息子の健二から久しぶりに電話がありました。孫の声が電話の向こうから元気よく聞こえてきます。お父さん、今度の連休、久しぶりに帰ろうと思うんだ。その言葉はとても嬉しいはずでした。ですが、心のどこかで小さな焦りが生まれます。散らかった納戸、整理されていない古い権利書、そして使う予定のない裏山の雑木林。健二が帰ってきたら、この家のことをどう話せばいいのだろうか。階段を上る足取りが以前より少し重く感じられました。押し入れの奥から取り出した古びた書類箱には、亡き妻と集めた思い出と一緒に不動産の権利書が眠っています。価値があると思っていたあの山林も今では維持費がかかるだけの不動産と呼ばれる存在かもしれません。窓の外を見ると夕暮れの光が静かに庭を染めていきます。連休になり、健二たちが帰省しました。賑やかな食卓は何よりの幸せな時間です。夜、孫たちが布団に入った後、健二と2人でお酒を酌み交わしました。お父さん、この家もだいぶ古くなったね。健二がぽつりとつぶやきました。もしもの時、この家や裏山のことどうするつもりなの？その問いにすぐには答えることができませんでした。お前たちに迷惑はかけたくない、そういうのが精一杯でした。健二は少し困ったような表情を浮かべました。僕たちも東京で家を買ったし、ここに住む予定はないんだ。その言葉に責める色はありません。ただ現実的な事実があるだけでした。子供には良いものを残したい、そう思って生きてきたはずなのに、残してしまうかもしれないのは管理できない土地という重荷なのかもしれません。夜深くに一人で仏壇の前に座り、亡き妻の写真に語りかけました。私たちが大切にしてきたこの場所が子供たちの負担になるなんて、そんなことは絶対に避けなければならない。小さな決意が胸の中に生まれました。翌朝、晴れ渡った空の下で散歩に出かけました。近所の田中さんと立ち話をしました。田中さんは昨年実家の土地を専門家に相談して整理されたそうです。残すことだけが愛情じゃないのよ。田中さんの言葉が心に深く刺さりました。子供のために元気なうちに整える、それが一番の贈り物なのかもね。その言葉を聞いた瞬間、胸のつかえがすっと降りた気がしました。相続を放棄させればいいと思っていましたが、それでは子供に手続きの手間をかけてしまう。生前に自分自身で向き合い整えておくこと、それこそが親としての責任であり、最後の愛情なのだと気づいたのです。家へ戻る道のりは朝よりも少しだけ軽く感じられました。
月曜日の朝、市役所の相談窓口へ足を運んでみました。専門の相談員さんに家の権利書と固定資産税の明細を見せました。生前贈与や相続土地国庫帰属制度など選択肢はいくつかありますよ。丁寧な説明をノートにメモしました。家に戻り、まず始めたのは権利関係の確認でした。古い登記簿を取り寄せ、名義が祖父のままになっているのを見つけました。司法書士さんに相談をして名義変更の手続きを進めることにしました。放置しておくと後で大変になることを知ったからです。次に家の中の整理です。不要な家具を少しずつ処分し、重要な書類は一冊のファイルにまとめました。地元の自治体が実施する空き家バンクの登録用紙ももらってきました。裏山の雑木林についても隣人と境界を確認する作業を始めました。測量図を引っ張り出し、境界杭の位置を一つずつ確かめていきました。相続土地国庫帰属制度の要件も調べるため、建物がない状態にできるよう解体費用のお見積もりを業者さんに頼みました。ノートには費用や手続きの順序、連絡先を分かりやすく書き残します。お茶を一口飲みながら書き上がったノートを眺めました。自分ができることを一つずつ行動に移していくことで、心の中の霧が晴れていくようでした。検事にも進捗をメールで伝えるようにしました。無理しないでねと返信が届き、心が温かくなりました。季節は巡り、秋の風が心地よく吹き抜けます。整理された納戸は風通しがよく、すっきりとしています。境界の確認も無事に終わり、書類ファイルも完成しました。もし自分に何かがあっても、このノートを見れば全てがわかる。そう思えるだけで大きな安心感が生まれました。秋の連休に検事が一人で訪ねてきました。テーブルの上に置かれたノートを開き、検事はじっと目を通していました。お父さん、ここまで準備してくれたんだ。検事の声が少し震えていました。ありがとう。僕たちのことを考えてくれて。その言葉を聞いたとき、胸の奥から温かいものがこみ上げてきました。自分のためだよと微笑みながら温かいお茶を入れ直しました。劇的な変化はありませんけれど、2人をつなぐ空気は以前よりずっと柔らかでした。縁側に座り、庭の景色を眺めます。柿の木は今年も豊かな実を結んでくれました。いつかこの家を離れる日が来るかもしれませんけれど、もう怖くはありません。子供に残すものは不動産ではなく、愛情の詰まった整理の後になるのですから、今日も小さなノートに一日の行動を記録しておきます。心の整理は今からでも遅くはありません。あなたも小さな一歩を始めてみませんか？